一番理想なのは相手がついてきた時にスッと落としてここで首を取る、もうこれでもう勝負決まり、本当だ、耐えるところが何もないんだよな。だからね、僕もずーっと長年居合をやってて、その剣術を研究して、で前にもお話ししたことあると思いますけど、木刀だからできる技、真剣だとできない技っていうのが必ず存在してまして、これもちょっとアップすると炎上するかな。最近ね SNS でね、なんかちょっと僕から見るとちょっと違うよっていうのを動画に上げてらっしゃる方がいたんですよ。あれは小太刀だったかな。小太刀片手で最初からこう持ってて、相手がバーンってくるのを片手でも止めれますみたいな動画があったんですけど、いやあれ本物の刀だったら折れちゃうからねと思いながら見てたんですよね。とにかくその刃で止めない、この止めの話はまたこの次回、絶対最初からこれでやると本当に刀変形しますので。体のあれですかね、構造的に強いのは確かだけど、刃物だったらそれ怖いって止めれたとしてもっていう。刃から胸までのこの直線、確かに強いんですけど、先ほども言いましたように攻撃、制御、防御と分かれるので、防御の部分ではなくて制御の部分で受けたら、刀がへの字に曲がるんですよ。本当になんだろう、外国のロングソードと日本刀を同じ使い方で考えると絶対ダメです。構造が全然違うので、日本刀は本当に竹とか畳表をスパーンと2つに切ってる動画ばっかりこう YouTube 見ると流れてきますけど、あれは本来の正しい使い方ではないので、なんとか先生の動画でこうやって僕が発信することでちょっとでも広まってくれたらいいなと思いますが、ここにあると、ここですね。ここですねって言われると圧を感じなくなるんですよね、刀に。木刀に。どうしてもこうしちゃうな、最後。でももう少し低かったら、最後押しちゃう。こっち側に僕が足がトントンってなるってことは、先生が僕の中心をまっすぐ押さえてるんじゃなくて、こっち向きに押す力が出ちゃってるんです。なんか成功した時みたいなこのスルッと感がなくて、なんかここにキュッて圧を感じる。なんか自分でこうやってる感が最後あるんですよね。こんな最後どうしても押しちゃおうとするんだ。まっすぐに進んでくるイメージを、最後の最後で体がこっち向いちゃってるので、そうそれで手首を殺してあげると、もっと最後の押しを手首じゃなくて股関節に変えてやると相手は耐えれなくなりますので。高い高い。やっぱちょっとやっぱ大きくこうやってやった方がやりやすいです。今のはでも最後も、取られて僕が思わずおってなってしまうんですけど、
手首の力を感じたのでトントンと下がられるし、綺麗に上から乗ったら相手がこのリンボーダンスするみたいに膝から抜けますので、最後おっとっとってなった時はちゃんとここに感触が残っちゃうんですよ最後にここに押す力を感じないようになれば刀は刃こぼれしません。あ、いいんじゃないですか今のなんか左右若干この辺にあった気はするんですけど、でもさっきまでよりはこう押し返して止めようと思ったのに綺麗に乗られたので、はい、すごくいい感じです。じゃあこれにちょっと最後の取るところはできたりできなかったりありますけど、今度は動きつけますので、はい、怖がらずに僕がついたら今のくるくるをしながら歩いてくる、この状態ですね。で開いて正眼の構えで開いて誘う。手でやっちゃった手でやると今みたいに太ももとか刺さっちゃいます。難しいなこれ。どうしても手力入れちゃう。で進んでないんですよ。進んでないので、僕の刀の方が強くなっちゃうんですよ。なんか今ただ単に手でウイッちゃってるだけですちょっとスピード落とします、はい、そうですぐに右足、右足をそうはい、回すときに、推進力を加えてないんですよ、推進力加えるともっと大きく相手の刀が外れていくので、今先生 まずはこれをやってから進もうとしちゃってますでしょ。相手がポンとついてきてください。横に押さずにここに向かってポンともう思いっきりやってもらって結構です。遠慮なさらず、はい、そんな感じで来るやつをこう怖がらずに進んでやると相手の刀どんどん離れます。左足を出すのと同時にもう刀の向きが変わるぐらいのつもりで、そうほらそしたらはい、でこの時にここにやるともっと怖い。はい、抜けちゃったやっぱりちょっと一歩一歩の歩幅が広すぎる感じがします。本当にもうこれぐらいの歩幅でいいんですよ。普段歩かれるぐらいの。そうか、先生徒手格闘だからその近い間が多分お得意だからパッと詰めようとパンと入っちゃう癖がある。で今その空手と多分一緒だと思うんですよ、この肩から先拳までのこれが僕らでいうと刃渡りと一緒になるので、今先生は最初から打撃で戦う前にバッと入ってこられてるんですけど、その前に手の延長としてこの長いものを持っているので、いきなり間詰めではなく、まずだんだん間を詰めていくっていうような形をしていくと刀が自分を守ってくれるので、慌てずにこれぐらいでこれぐらいで、あと最初から間詰めを大きくしてしまうと、最初の段階で股関節を使って重さ乗せない限り、回した相手の刀で足すねを切られてしまうので、この刀が通過するぐらい余裕があるこの歩幅で。そっか、手が上がっちゃう。なかなか肘の抜きは難しいので。難しいですねこれ。
でここでどうしてもこの肘の抜きができなかった時のために、ここからまずとりあえずここまでは、理想のところよりは高いですけど、入れるようになりました。ここから、もっと間を詰めようと思っても、相手の体とか刀に来ているので、まずこの刀が自分の中心からどけないといけない、この時に股関節使ってグッと、これで相手が押し返そうと思って、ここで力がぶつかる瞬間、体入れ替えます。股関節落とし込むと、ほら相手の刀が流れます。ここで手を取ってで腕に頼らずに左股関節をここに落とします。これは回転なんですよ。耐えれますでしょ。真下に落としていくとあれあわよくば相手の刀も取れると。なんだろう、なんか耐えどころがなくなるっていう感覚が、なるほど。全然さっきどうすればそんな風になるのか全然分かんなかったもう今日やってるのは、一番理想なのは相手がついてきた時にスッと落としてここで首を取る、もうこれでもう勝負決まり、それがうまく肘が抜けなかったりとかつばぜりになった時には股関節使って相手の体崩してここで股関節をここに落とし込みます。ほんまや、耐えれないなんかなんて言えばいいんですかね、この耐えどころがないっていうのは何なんだろうなこれなんかこう、回されればこうグッて耐えれるんですけど、なんかなんですかね、支えるところがない。そうですねじゃあ不思議な感じ。理想は一発でここでとか、それができずにつばぜりになったらそこから重さをクッて乗せて相手が崩れた瞬間また真詰めして相手の腕の中に塚を引っ掛けるよ。ポンとやるとここからちょっと崩れました。その時に自分の中心軸残したまま右股関節を落とし込んでいくと、そうそう、ここで相手の刀がこっち向きます。その瞬間左手離してで僕の腕の中に手を突っ込んでで塚を握ります。ここで崩してこの状態でここで方向が変わって、上からここで塚を取ります。上からかこの状態で、左股関節だけ緩めると、いやそれ回転になってます。これねどうしようかな、ここだけちょっとカットしていただいて、骨盤を回転させずに、それを軸が残ったまま、やってください。そうこれだけなんですよ。それが股関節で操作。この回珍しくちょっと P が入るじゃあ今ので骨盤は回さずに、やってみてください。そうその瞬間に、そうで相手の刀が流れたその瞬間、上から取って、でここから左の股関節をこのまま落とし込んでいく。あれ違うな、これもさっきピーってやったのと同じ感覚なんです。これでそうなんかふわってなったりして、だから股関節の抜きっていうのをこのお辞儀じゃなくて末端を動かす動きなんですよね。なんか
急に最後ふわってなんか松井先生がいなくなったというか上からいなくなった感じが、へえ。じゃあ一連の流れでやって、一連の流れ、はい、で理想はもうここで取ってそうそう、つばぜりになってしまったら今のやつをやると、ゆっくりと、はい、まずゆっくりと、はい、スーでつばぜりになった時に、はい、こう崩して、はい、でこいつを戻す、どうす股関節で、この状態でこう、その時にはもう足が入るんですよ。そうこの時に、そうそう、そしたら刀がこうなります。でこっちか、そうで、ここから股関節を抜く、ちょっと方向が違う。はい、すみませんね、この状態で、僕が崩れちゃってるこの状態で股関節抜いて、真ん中に落として、違うな、あれなんか今僕が若干崩れてるっすイメージ的にさっき股関節使うことによってどこが動くかっていうのをお話ししましたでしょ、それを左90度まで動くイメージです。そうそう、おお、危ない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 。失礼しました。そうです。体重重たい分崩れたら僕なかなか戻せない。そんな感じです。すごいお上手です。はい。そうか、なるほど。おっさいなんかそうか、股関節の感覚はあんな感じなんですね。ちょっとだけ分かった。その落とし込むことによって。末端の方向が変わってくる。はい、なるほど。なんか自然と出力する向きが変わってくれた感覚は、そんな感じです。へえ、なるほど。そうなんですよ。自然と出力する向きが変わるんで、前回やったこれも成立するわけです。まあこれですね。何べんもこう結構。はい。じゃあもう一回やってみましょう。はい。じゃあ、そこで結構です。で今度は開いて誘う、正眼で目の高さぐらいで、そう。手でやっちゃう。怖いと手になっちゃう。はい。そうですね。その位置ですね。寄っていって水月ついていきますので。こっから、はい、こっからすみません、こっからここか、はい、次でこっからこっちですみません、ちょっと抜けちゃったここからここからこっち、ここだけ進むんじゃなくて、ここでいきなりパッと変わった瞬間足だけが出るっていう感じです。この状態でここからまずこう、いやはい、ちょっと、はい、押していただいて、崩しました。でここからここを落とし込んで、前に出ながらじゃなくて落とし込んで体の向きが変わってから入る。この状態で落とし込んで体の向きを、ここからその場でそうその時に手が残っちゃってるでしょ、上半身が。この状態でおお、危ない危ない、切られてる。おお、危ない危ない、切られてる。この状態でこのままここだけ変える。そうその後入るか。はいで、こっちにちょっと待ってね。横回転になってる。そうか。はい。このままこっち、違う。落とし込む方向がこっちから違うの。そうぶつからない。そっち。そう、ぶつからない方向が一瞬で判断できる。方向を探すっていうよりも、正しく股関節を抜いて落とし込んでいくと、その変化に気づけない相手が勝手に倒れていくっていうようなイメージなんです。なるほど。少しでも横の回転が加わると、ここで崩して入りました。
関節抜いていきますが、少しでも軸のブレが生まれると、押されるのが分かります。はい、なんかちょっと膝に来たけど耐えれますでしょ、そうですね。ではなくて、ここ一切押しもせずに、ここの方向だけを、本当だ。もうなんか、耐えるところが何もないんだよな。そうっす。はあ、面白いな。最初からやってみましょうか。そうそう。はい。正眼で、そうの時につばぜりになった。はい。この時にそうから、こちらだけその場で体スイッチ。おお、うまい。そうから入って、はいはい僕が立って、お来たそうはい、それです。はいめちゃくちゃ考えながらじゃないとできないですけど。もう一度もう少し切っ先が上で、はい、足切られてます。回しちゃった。落としに変えてください。本当に角度のが少しだけついて落としになる。これでからいいですいいですか。ちょっと、ね、いいです。ここで手が抜けて上からいってたら、はい、OK です。はい。うまい。すごい。最後は今綺麗に。もう股関節完璧じゃないですか。いや、完璧ではないけど。あれ、一人で運んだ。お疲れ様です。ご無沙汰してます。ちょっと一回先生の水月ついてみて。ゆっくりお願いします。最後の腕絡めがすごい上手。ちょっと待ってね。ゆっくりでお願いします。そこで圧に押されずにつばぜりで止めてみて。ここまで上手に入ってきてはるやろ。しまった。歩幅がちょっと回さずに、少し角度つけて落とす。手でやるとこうなっちゃいます。手でやるとこうなっちゃいます。ちゃんとギリギリまで。ここでこうしてからで、抜けちゃう。こっちか。つかが下です。こっちか。そう。これであとは抜いてこう。うまいやろ。めちゃくちゃうまい。すごい短時間でもうマスターしちゃった。町井先生より軽いからなんかやりやすい。完全に俺が嫌やなっていう方向。やっぱ楽しいな。先生やってたら。ありがとうございます。これをだいぶ時間をかけて教えていただきました。実は。じゃあこれを考えずにスースーとできるとこまでなんとかしたいなと。つく速さはそんなに速くはしませんので、スーッと来てこれぐらいで、こっちか。そう。で、してで、そう。もうあとはリズムだけあれば完璧です。考えずにやるのが僕すごい苦手なんですよ。もう一回いきます。しまった。ほら、手だけで今ほら大きく回すでしょ。ここなんか手でやろうとした時は大きくなっちゃうんですからね。多分軸で動く。そう。うまい。OK です。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。
だいぶちょっとずつ短く考えながらですけどまだ全然実践だったら多分もう焦ってこう、えいってやって多分やられてるんですけどあとはまあ暇があったらこれでまあ木刀を肘の抜きで、そうですよね。それができたら今の腕がらめ、しなくても最初はこれで終わっちゃう。ありがとうございます。いやー毎回まあでもちょっとずつなんか前初めて来た時よりも少しずつなんとなくこう感覚的にできることが増えてきたのと前よりもこう言われてることが少しだけ理解できる部分が増えてきたんでちょっと嬉しいと毎回習得の速さがもう半端ないので、そうなんです。いやすごく教えてて楽しいですし、なんだろう多分僕の言葉を正しく翻訳する能力をお持ちなので、多分人からものを教わるときになかなかできないというのは、先生とか師匠にあたる方が分かりやすく説明してても、まあ極端に言ったら日本語で話しかけてるのに英語で話しかけられてるみたいな。でも何かしら単語とかを覚えるとパッと紐解ける。もうそれこそ今日の収録前に枝葉の話が出ましたけど、もうそこを先生やっぱ根幹ができてらっしゃるので、もう本当に習得が早くて。もう驚くばかりです。ありがとうございます。いつもご指導のおかげで。なんかこれまたなんかこの剣術のこの技を年に変えていつかこの股関節の動きを使った演舞とかぜひ拝見させてください。ちょっとでもなんか活かせるようにしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。圧を掛け合っている時の、月から下段の、基本的な重心移動を教えてくださいたりとか、胸の中心でまっすぐ打つとかして相手の重心が必ず後ろとか、こう斜めに崩れるところを、攻撃してからローキックをつなぐっていうのが基本になるので、まずここ覚えておいてください。パンチに耐えようとして圧かけてくれようになるんで、そのタイミングでボンと蹴れば避けれない、ローキックが蹴れたりとかするので。ちょっと待ってくださいね。光栄です。はい。すみません。よいしょ。ギリギリ危なかった。マイクがもうちょっと切れるところでした。電池が。ちょうどいいぐらい。そう。電池1個になってました。じゃあ締めます。はい。今日も幸い YouTube を見ていただきありがとうございます。そういえば僕、今回北伊丹の道場で、お世話になったんですけども、町井先生のその技術を教わろうとしたらどういう方法が、今直接ここに来て学んでいただくか、月に1回だけの配信になりますが、動画で、通信教育も、今年の4月から一応始める予定ですので、ご興味ある方はぜひお問い合わせください。お問い合わせのフォームはじゃあ僕概要欄を参照してください。お願いします。じゃあ今日原稿がないんでいつもの締めがいまいちしてないですけど、なんとなく行こうと思います。日頃僕のチャンネルを見れば 100% 強くなれる動画を毎週金曜18時に投稿しますので、動画内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家国のオンライン教室で一緒にオンラインしました YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。失礼しました。ありがとうございます。オンライン教室のサイト間違えてました。ありがとうございました。ありがとうございました。そう